の皆さんこんにちは。今回は新型の救助艦を紹介するよ。あれ、V トルキは完成してるっちゃ完成してるんだけど、じゃあそっちを先に紹介しなさいよ。そっちを紹介する前にこの船ができたから、こっちを先に紹介しようかなって。うつ主的にこの船は過去一で気に入ってるらしい。そうなの？艦首が今までで一番よくできたらしい。ああ、なるほどね。将来的には綺麗な艦首の作り方も動画で紹介したいとか、まだまだエンジンがかからないのでこの間にこの船を軽く紹介していこう。救助艦 RS4 アールグレイ。なんでアールグレイ？作ってた時に飲んでた紅茶がアールグレイだったから、って聞いてる。適当だな。さて、エンジンもかかったことだし出航しようか。なんか救助艦のくせして物騒なものが乗ってるけれど。自営用だから。一応警笛とサーチライトがついてる。サーチライトはともかく、警笛って使う機会あるの？でもあった方がなんかかっこいいじゃん。最高速は46ノットぐらい。まあまあの速度かな？いや、けどストアだと遅い方だよ。いや、他の人がおかしいだけでこれでも十分速いからね。旋回性能はこんな感じ。まあまあね。下はこうなってる。要はこのサイドについてるスクリューでコントロールしてる。じゃあさっきの舵は？舵あれは見た目重視でつけたただの飾り。飾りか。だからこれに魚雷頭が当たっても航行に何の問題もない。航続距離は最高速で燃料が240分ぐらい持って330キロぐらい。北極と本土を往復できる距離ね。速度落としたらもっと伸びそうだけど、計測するのを忘れてた。計測しときなさいよ。これはソナー。ようやくソナーを国産化できた。おう。ただ目標の深度は船が傾いてる場合は値が狂ってしまう。でも方向と重量は多分合ってるはずなのでよし。それでいいのか。さて、それじゃあ簡単にあるものを紹介していこう。74ミリ連装機関砲。救助艦。自営用です。そこそこかっこいいデザインね。なんか作ってたらたまたまこの形になったらしいけど、うつ主も割と気に入ってるとか。ただ見た目を重視した結果、マガジンの容量が40発しかない。本当に自営用ね。ただ、その代わりに機関砲のすぐ後ろに予備の弾がある。弾が切れたらここで補給をする。予備の弾は1問あたり900発あるから、本格的な戦闘をしない限りは多分大丈夫なはず。機関砲の弾は右に焼夷弾、左に榴弾が入ってるから敵艦にダメージを与えつつ燃やすことができる。ここは救助者を運ぶ部屋。前は健康な人用の座席が36個ある。ぶっちゃけストアで36人も NPC を乗せることなくない？まあ一応ね。この後ろは怪我人用の医療ベッドが8台ある。あとは医療用の道具とかも。ここから外へ出れる。これはウィンチ。主に牽引系の依頼で使う。さて、じゃあ船体の中に行こう。下あるの？この船はちゃんと作ってあるよ。あ、そうだ。これを紹介するのを忘れてた。何これ？消火用設備。普通に海水を汲み上げてるだけのシンプルな機構。やっぱ海上の火災だとホースが便利なのよね。まあ消火器は容量が限られてるしね。それに威力もしょぼいからそこそこ近づかないといけないし。ちなみに右側にも同じのがある。これは給油口。船内はここから入る。なぜ環境の中に作らなかったんだ？船内の設計上仕方なかったんだよね。ここは艦首。マイコンや機関砲のコントローラーがあったりと多分機関室の次に重要な場所。そこのポンプは浸水した時用。こっちから機関室に入れる。うわ。水雷防御と燃料との兼ね合いでこうなった。整備性悪そう。まあしゃがめば通れるし、応急修理はできるからよし。ちなみに壁がのっぺりしてるのは軽量化のため。おお、すごい。ちなみにこの軽量化方法はうつ主考案ではなく、Twitter でやってる人がいたから勝手に真似させていただいただけだよ。そして作りかけの閉院室。作りかけなので2人部屋が3つしかない。4人しか乗れないじゃないの。まあ小さな船だし、4人でも運用できるでしょ。知らんけど。困るのは現場なんだよな。こっちは完備。完備は主にモーターがあるだけ。ここからモーターを修理することができる。
こから下へ降りれる。この部屋は何なの？ここは魚雷で浸水してもここで浸水が止まるようにっていう感じの部屋。あとは推進用のモーターがあるぐらい。ちなみに右にも同じ部屋がある。ちなみにこの船、一応ヘリも運用できる。どこにヘリを乗せるの？そんなのここしかないだろう？コネクターを起動して、ヘリを乗せる。本気？本気じゃなかったらわざわざヘリなんて持ってこないよ。もうちょっと前かな。この辺かな？ちょい前か。来た。本当に乗せちゃったよ。っていうかよくよく考えたらこのヘリ知らないんですけど。だってまだ動画で紹介したことなかったからね。いや、この船より先に紹介しなさいよ。周期中にバッテリーが上がらないように電気ケーブルで繋いでおいてっと。これで大丈夫。ほら、ヘリ乗ったでしょ？かなり無理やりだな。なんでこれでバランス崩して転覆しないの？一応ジャイロ積んでるからね、転覆することはあんまりないんじゃないかな。走ってる時もこの通り。ちゃんと浮かんでる。曲がる時もジャイロのおかげで大丈夫。普通転覆しそうだけど。ストアは普通じゃないからね、仕方ないね。それじゃあ次は機関砲の紹介。あそこにいる標的艦を撃ってみよう。機関砲の行角はレーダーとワークショップの弾道計算機を連動させて自動でやってくれる。そして機関砲にはスタビライザーもついてるから船が揺れてても大丈夫。結構当たってるね。機関砲は連射できるのがいいね。領海侵犯をする不審船程度にはぴったしだよ。さすがに一国の海軍の軍艦が出てきたら無理だけどね。まあその時はうちの海軍の主力が出てくるだろうから、多分大丈夫。これが無誘導モード。無誘導って使う機会あるの？大気やレーダーが反応しない場合、距離がものすごい近い時とかに使う。そしてこれはキー操作モード。キーボードで操作ができるようになるの？そうそう。そして画面を固定するモードもある。これは何に使うの？こうやって外から機関砲を見るためだけのモード。これで撃ちっぱなしモードにすると機関砲が射撃しているところをシングルでも間近で見れるから楽しい。風が 50% だとこんな感じ。カメラはそこそこ安定してるね。射撃は、まあまあってところだけど。ただこの船、機関砲をそのまま設置したせいで、波で船が揺れるとカメラから前が見えなったりするんだよね。スタビライザーつけたのに、それじゃあ意味ないじゃない。もうちょっと高い位置につけるべきだったね。というわけで今回はここまで。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。